情報が遮断されてた中でずっと一人でビート作ってた時間っていうのはすごい大切な時間だったなって。そんな音楽で生活なんて無理だって思ってたんですけど、多分頭の中のどっかにはなんかいつかチャンスがあったら音楽で挑戦できたらなっていうのは思ってたんだと思いますね。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、スタッツです。今回は僕の人生において大切な曲を紹介したいと思います。 GQ プレイリストオブマイライフ。それでは行ってみましょう。最初の曲は、山下達郎さんの氷のマニキュアという曲です。これはもう本当に幼少期、小学校低学年とか中学年とかに多分聴いてた曲で、家族旅行行く時とかに車の中で山下達郎さんの「コージー」っていうアルバムがかかってたんですけど、その「コージー」に収録されている1曲目がこの「氷のマニキュア」という曲で、この曲を聴くとやっぱその時のことをすごい思い出すというか、その家族旅行行った時とかなんかそういうのを思い出して、そういう風に車で流れた音楽って結構やっぱ幼少期の音楽の刷り込みとしてあったなって思って、山下達郎さんかユーミンさんかビートルズが流れてたので、自分のなんか音楽の、原体験というか、その一番最初の刷り込みはその3組の方々っていうのがあるのかもしれないですね。特にこの「氷のマニキュア」とかはスキーとかにたまに行く時に車の中でかかってて、自分と弟の間ではこの曲聴いたら「あ、スキーだよね」みたいな感じのイメージになってる曲なんですけど、続いての曲は、ブッダブランドさんの「天運我にあり」です。僕が一番最初に聞いたのは6、7歳ぐらいの頃とかで、多分車の CM かなんかになっててかっこいい曲だなって思ってたんですけど、その時はブッダブランドさんだって認識はできてなかったんですけど、中1中2とかでヒップホップがっつりハマってから昔のヒップホップとかも聴くようになって、そのブッダブランドさんのやめるブッダの無限の世界っていうなんかそれまでのブッダブランドさんの曲がほぼ全部入ったアルバムみたいなのがあるんですけど、ディスク1の2曲目に入ってて、でそれでめちゃくちゃテンション上がったのを覚えてますね。この曲だ、小学校の頃聴いてて気になってた曲はなんかそれがめちゃくちゃ印象的で、あとヒップホップハマってない時にあの曲に反応できてたのが嬉しいなって自分でも思いますね。ケミストリーさんのファーストに入ってたダボさんをフィーチャリングした曲があって、そこで初めてラップ、ヒップホップ聴いて、なんだこの音楽はってなって、それしかずっと聴いてなくて、でそれと同時期ぐらいにリップスライムさんとかキック・ザ・カンクルーさんとかエミネムが流行ってたので、すごい聴いててって感じで、そこからガーってハマってきました。その時寮生活だったんですけど、ヒップホップ最高だから布教しようと思って80曲ぐらい入った MD とかみんなに配りまくってたんですけど、全然みんな反応してくれなくてでもこの曲じゃないんですけど、ブダブランドさんの、人間発電所だけはみんなすごい最高だってみんなで共有してました。続いての曲は、ア・トライブ・コールド・クエストの、ミスター・インカグニートです。最初にトライブの曲を認識して聞いたのは、バギンアウトなんですけど、この曲は中1か中2ぐらいの時にリップスライムさんのラジオでこの曲が多分流れてて、でそれでその時からなんだこの曲はって思ってて、すごい気になってたんですけど、中3の時にトライブハマってなんかのベスト版にこの曲が入ってて、これだって思って、なんかめちゃくちゃテンション上がったのを覚えてます。毎週末 CD 屋さん行ってた記憶ありますね。寮生活でテレビも30人に1台とかしかなかったんでなんか情報源が本当になくて、中1から中3までは8人部屋でした。でそこに中1から中3までみんなと入るみたいな。部屋でコンポで音楽流せるのは中3の特権だったので、だから中3になったらもうすごい最高でしたね。続いての曲は、エディ・ラスで「シーザーライト」。高1の頃にターンテーブルを買って、そこからなんかレコードも買うようになったんですけど、鹿児島に住んでたんですけど、それでその鹿児島のレコード屋さんに行って、店員さんがすごく、よくしてくれたというか、いろんな音楽を教えてくれて、すごい結構今までの音楽で感じたことないなんか気持ちよさをその当時の自分は感じて、嫌なこととかがあって、音楽聴こうみたいな時になった時にこの曲とか聴いて目つむって、なんかこの音の世界を旅するみたいな、なんか感じたのを覚えてますね。最初は僕ラップやろうって思ってたんで、中2中3の時でもラップやるためにはビートが欲しいなって思って、でビート作り始めたらビート作りすごい楽しいってなって、そこから系統してったんで、中3まではお医者さんになろうみたいな風に思ってたんですけど、そんな音楽で生活なんて無理だって思ってたんですけど、多分頭の中のどっかにはなんかいつかチャンスがあったら音楽で挑戦できたらなっていうのは思ってたんだと思いますね。続いての曲は東和亭さんの、アリングです。
大学入って上京したんですけど、その上京したての時にすごい東和亭さんの、そのラストセンチュリーモダンっていうアルバムをすごい聴いてて、中高が鹿児島だったので、鹿児島からその東京に来てなんかすごい東京の景色がめちゃくちゃキラキラ見えて、その時に感じたキラキラ感とそのラストセンチュリーモダンの感じがなんかすごいリンクして印象に残ってるので、高校生の頃携帯のサイトで東京のラッパーさんと知り合って、でそれで上京するんだってなったら、じゃあ今度バック DJ やってよみたいに言われて、でそれで上京して2日後にはなんかそのラッパーさんのバック DJ しに、クラブに行ったっていう思い出がありますね。全然みんないい人で、いろんな人に自分の作ったビートのデモ CD 配ってましたね。そのバック DJ やったクラブで JJJ とも仲良くなったので、 JJJ も同い年でなんかビート作っててラップやっててすごい仲良くなって、大学1年生の頃とかは、家に来て一緒に、そのレコーディングしたりとかやってました。高2の頃情報が遮断されてた中でずっと一人でビート作ってた時間っていうのはすごい大切な時間だったなって。高校生の頃から世に出てる音源と自分のビートに差を感じなかったんですよ。結構いいんじゃないかっていう自信はなんかあって、そういう勘違いがあって、初めて自分のビートをクラブで流した時にみんなすごい反応してくれてたんで、めちゃくちゃ嬉しいなって思って、結構今でもなのでなんかクラブとかで自分の曲がかかったりしてみんながすごい首振ってるのとか見るともうめちゃくちゃ嬉しいですね。その時の感動が今もあるって感じです。続いての曲は、小沢健二さんの「東京恋愛戦歌」または恋は言ってみりゃボディーブローです。多分大学2年生とかの頃にすごい聴いてたんですけど、初めてなんかお付き合いした彼女と別れた時期で心に穴が開いたみたいな、なんかそういうの時にすごい小沢健二さんのライフをずっと聴いてたので、なんかその思い出がめちゃくちゃリンクして、明るい曲調で、明るいポジティブなことを歌ってるんですけど、なんとなくその状態の時に聴いたら叶うはずのない未来を、歌い上げてるみたいな感じがすごいして、なんかそれがすごく胸が締め付けられるような感じがして、でなんかそれが春だったんで、新しい生活が始まるなみたいな感じでした。僕と君が年を取ってからも恋の次第を覚えてたいよみたいなのがなんかすごい胸にきましたね。なんか恋の次第を覚えてたいよ。お仕事はないんですけど、何度かお話しさせてもらったことがあって、この前の、そのライブにも見に、行かせてもらって本当に最高でした。この曲も演奏されてたので本当に感動しましたね。続いての曲は、レッチでショートサーモンズフィーチャリングアウソール。大学に卒業して就職するまでの1ヶ月間一人でアメリカの、いろんな都市を旅行したことがあって、でなんかその時にこの曲が入ったアルバムを聴いてて、ニューヨークのなんか冬の夜の景色となんかこの曲がめちゃくちゃあって、この曲聴いたらすごいその時の匂いとか景色とか空気感とかをすごい思い出して、大学を卒業した時の、春休みにニューヨークに1週間旅行した時があって、その時にYouTube の動画にも上がってるなんかハーレムで路上ライブをした動画を撮ったんですけど、なんかその時に本当にニューヨークまた絶対行きたいなって思ってたんで、ワシントンスクエアパークでやった路上ライブの時にその公園に遊びに来てたラッパーさんが、入ってきてくれて、それで一緒にセッションしたりとか、それもすごい楽しかったですね。続いての曲はナズでチェリーワインフィーチャリングエイミー・ワインハウス。この曲が収録されてるナズのアルバムの、その Life is Good があるんですけど、大学卒業して初めてその一人でニューヨーク1週間行った時、1週間の旅行の最後の日にこのアルバム聴いてて、チェリーワインの1個前の曲がステイって曲で、どっちにしようかなって悩んだんですけど、このステイって曲を聴いて、もうなんかこのままずっとニューヨーク残ってたいみたいなすごい思って、でそっからのこのチェリーワインって曲で、でもこのまま自分は日本に帰っちゃうけど、そういう儚い感じもいいよなみたいな風に、幸せだなみたいに思えた曲がこの曲だったんで、この曲の最後の方でなぜか Life is good、何にしても人生は最高だみたいな感じで言うんですけど、なんかその感じがすごくよくて、MPC でライブし始めたのは多分そのニューヨークでライブする 2,3 年前からとかで、自分が作ったビートを聴いてもらいたいなって気持ちの方が強くて、でそれでなんかいい方法ないかなって思ってたら、ハイファナさんの動画とかいろんな集団のビートメーカーのジェルっていう人が MPC でなんかライブやってるのが YouTube に上がってたりとかして、こういう方法あるんだって思って、そこから練習し始めたっていうのがきっかけですね。5年前に実はその LA であったローエンドセオリーっていうイベントでライブさせてもらったことがあったんですけど、今回の
アルバムでもなんか LA に住んでらっしゃるブルーさんってラッパーさんと一緒に、作らせてもらったりとかもしたので、なんかいつかアメリカでまたライブできたらいいなとは思ってますね。以上が、僕の人生のプレイリストです。いかがだったでしょうか。すごく悩んだんですけど、そういう青春時代だったり、全然物心つく前のなんか、人生の曲みたいなものを今回紹介できたので、とっても楽しかったですし、なんか自分の人生の振り返りみたいな感じもちょっとできて、すごく楽しかったです。GQ プレイリストオブマイライフスタッツでした。またお会いしましょう。ありがとうございます。